結論を言います。今、仮想通貨市場は一見静かですが、実は次の大きな上昇に向けて静かにパワーが溜まっています。金利イベントで動けないビットコイン、その裏側でイーサリアムと XRP、そしてソラナが未来の基盤を固めています。こんにちは、桜井です。相場が静かな時こそ次の波の準備が進んでいます。今日はビットコインがなぜ停滞しているのか、イーサリアムの5600億ドルの動き、そして XRP とソラナの送金派遣戦争について最新データをもとに解説をしていきます。相場が止まっている時に何を見てどう考えるのか、このチャンネルではニュースを追うだけではなく、なぜそれが重要なのか、これを深掘りし、投資判断の軸を作るお手伝いをしています。ではまず、今回のニュースがなぜ重要なのか、一言で言うと、短期では静けさ、長期では変革が進んでいるからです。ビットコインはアメリカの金利決定を前に大きく動けません。しかし、裏側ではイーサリアムに巨大な取引量が集まり、XRP には機関投資フェーズが到来しつつあります。さらにソラナはウェスティンユニオンという巨大決済企業とのルートを確保し、決済プラットフォームとしての存在感を強めています。つまり価格が動かないから停滞ではない、見えない場所で次のトレンドの芽が育っている状態です。まずはビットコインからいきます。アメリカの中央銀行 FRB パウエル議長が年末の利下げは確定ではないとコメントしました。これを受けてビットコインは一時的に売られました。ただ、これはネガティブではありません。むしろ市場参加者が落ち着き、短期の過熱が冷やされた状態です。今のレンジはおよそ10万7000ドルから11万6000ドル。この幅の中で、機関投資家も個人投資家も方向感を探っている最中です。そしてここで重要なのは、利下げが遅れると下がるではないということです。本当の市場は次の流動性拡大を静かに待っています。次にイーサリアムです。ここが今回の意外な事実です。価格は4000ドル近辺で落ち着いているにもかかわらず、デリバティブ取引量が約5600億ドルという異常な数値になっています。ロングポジションは全体の 70% 以上。しかしオープンインタレストは逆に少し減っている。普通取引量が増えればレバレッジも膨らみやすいのですが、今回は違います。つまり大きくかけたい投資家が増えているが、無茶なレバレッジは増えていない。これはバブルというより健全な積み上げです。そしてイーサが守るべき価格ラインは3950ドル。ここを維持できれば次の上昇局面の扉が開きます。続いて XRP です。リップルが約10億ドル規模の資金構造を整え、XRP を戦略資産として位置づけています。これは個人投資家よりも機関投資家の入り口が開いたという意味になります。XRP はいつ上がるのってよく言われます。けれども今は価格の瞬間風速より金融システムへの組み込みが進んでいます。短期の爆発より長期の基盤形成だからこそすぐに派手に上げないんです。でも水面下の準備は進んでいます。3ドルラインを超えてきたとき、それは静かな革命から表のフェーズへの移行です。そしてソラナ、ウェステンユニオンがソラナを使い、ステーブルコインを活用した決済ルートを整備しています。この動きは決済競争の合図です。XRP は銀行との接続、ソラナは Web3 とフィンテックの接続、どちらが勝つかではありません。用途が違います。そして戦う場所も違います。ただ、一つ確実なのは、送金市場はもう実証フェーズに入ったということになります。では、ここで僕の視点です。ビットコインはまだ走り出さなくてもいい。むしろ今すぐ動かない方が市場は長持ちする。イーサリアムはレバレッジではなく本気の縦玉が増えている。XRP は機関投資家マネーのツールを準備している。ソラナはもう実用のステージに立っている。はっきり言うと価格が動かないことこそ強気の材料です。熱狂より静寂の時の方が次の波を作ります。では、どう行動するべきなのか。積み上げている人はそのまま継続、焦って買う必要もないし、慌てて売る局面でもありません。相場の方向が出るまで冷静に。今、最強の戦略は短期は軽く、中期は
強気です。トレンド転換の瞬間を待つのではなく、その前を拾うイメージです。そしてビットレード X について少しだけ触れておきます。こういう相場では裁量で頻繁に動きすぎると逆効果です。僕自身、静かな時期は AI トレードを併用するのがいいと思っています。ビットレード X の AI なら24時間市場を見続けて淡々と判断をします。出金が自由なプランがありますので、これから先ビットコインが上がると思う方は、その動きが起こるまでこの24時間いつでも出金ができる AI デイリーというものを使って日利を得ながら相場を静観していく。そうすることによって日利が得れるということから安心感にも広がり、冷静な判断をすることができます。このようにこれからの相場でもう少ししたら動きそうと思う場合は AI デイリーを使って冷静に見ていくといいんじゃないかと思います。昨日はビットレード X の説明会をしました。その動画を YouTube にもアップしていますので、ぜひご覧になってください。そしてこれはあくまで選択肢の一つです。押し付けではなく必要な人が使えばいいと思っていますので、興味のある方のみ使ってもらえればと思います。では今日のまとめに行きたいと思いますけれども、市場は静かですけれども、その裏で資金と技術と制度が動いています。ビットコインは力を蓄え、イーサリアムは準備ゾーン、XRP は帰還フェーズ、ソラナは実用段階、未来への布石が揃いつつあります。相場の温度が低い今こそ未来に投資する絶好のタイミングです。焦らず積み上げていきましょう。そして皆さんと一緒に資産を増やしていけたらと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。